こんにちは、のすけです。ノベック7100と自作水枕の沸騰冷却 PC。レジンのたわみによるお漏らしは解決しましたが、冷却性能が足りない問題は依然として未解決。温度勾配を短くする目的で水枕のベースプレートなし、直接ヒートスプレッダーを冷却する方式は、まさかの悪化するという結果に。どうやら表面積の減少により冷却性能が悪化した模様。ということで、新しい水枕を自作していきます。3D モデルができました。裏側はこんな感じで、広大な面積を確保。前回の水枕と比較すると、今回の表面積は3191平方ミリなので、前回の 5.7 倍。これは価値格。で、サクッと 3D プリントしたのですが、透明レジンの鬼門、サポート材地獄に見舞われております。仕方がないので、フライスで面出し。ネジ座面の際は U ターで。耐水ペーパーで表面を整えて。研磨剤とポリッシャーで仕上げます。できました。腱鞘炎の割には良い仕上がりです。で、今回はもう一つ工作するものが、銅のベースプレートです。ちょうど良い大きさの5ミリ厚が売っていたので、これに溝加工をしていきます。で、これが意外と大変で、XY テーブルのメモリを頼りに加工していくのですが、メモリを見誤ると見た目が不格好になったり、最悪の場合、オーリングの接触面を傷つけてしまうので、パネー集中力が必要です。のすけの集中力はタヌキと同じぐらいなので、1時間に1回の休憩で計2時間もかかってしまいました。半身はもう少し老人をいたわるべきだと思います。できました。所定の位置に穴開け済みです。オーリングを取り付け。オーリングの材質はいつものバイトンです。ガスケットをオーリングの切れ目に塗布して、合体。ミニ四駆のサラビス 25mm とロックナットで締結。CPU グリースを塗布して、新しい水枕を取り付けます。ハードチューブは現物合わせで微調整。ノベック7100を注入して、完成です。いざ、性能を確認してみましょう。スイッチ、オン。無問題で起動、お漏らしなし。CPU-Z で負荷をかけて性能を確認。表面積5倍は伊達じゃないはず。お、前回よりも温度上昇が緩やかだぞ。このぐらいの温度でマッチングしてくれれば。むむ。ちょま。なんだと。結局95度になってしまいました。というか、95度になるとノベックの沸騰が始まる模様。まあ、サーマルスロットリングに入っていないので、前回よりも改善してはいるのですが、温度上昇が前回よりも緩やかになったのは、同性ベースプレートの熱容量によると思います。このままでも 65W の CPU なら実用できそうですが、やっぱりライゼン9とか搭載したいじゃないですか。つまり、より低沸点のノベック7000が必要。